こんにちは。ウラニア工芸のモーリスです。今回は、3D プリントキャブレターを制作した動機と、設計の特徴を紹介したいと思います。まず設計の動機です。はい。ドイツ人の方がですね、3D プリンターで、キャブレターを作って、いらっしゃいましてですね、それを、私もやってみようかなと思ったのが、最初でした。で、そのキャブレター、ドイツ人の方のキャブレターはですね、印刷するのに結構テクニックが必要な、設計でしたので、私にそんな技術はないので、自分なりに、作れるであろうキャブレターを、自分で設計し直して、ドイツ人の、方のキャブレターと自分のキャブレターと、まずそれを、自分の持ってる、カプリオロ7号に取り付けて、えーっと、まあ、キックしてエンジンをかけてみようと思ったのが最初ですね。で、この、私の作ったキャブレターがですね、その時に動いてしまいまして、そこから徐々に改良を重ねてっていう感じになりますね。最初はほんの遊びだったんですよね。それでですね、改良を重ねていく中で、その後はまず、走れるようにしようということで、ほんの少しの距離ですけど走れるようになったりだとか、あとはですね、フロート室を、つけて、ここのこれですね、フロート室ですね。をつけて連続で運転できるようにしようと思って、改良を重ねたりだとか、あとはですね、低速トルク、その時のキャブレターっていうのはもう低速トルクが全然なくてですね、もうエンジンを吹かしまくって発進しないと発進できないっていうものだったんですけど、それを低速トルクを補うような、キャブレター本体の設計をし直そうということで、設計をし直したり、という感じで、改良を重ねていって、今では、ちゃんと行動を、それなりに走れるようにはなりました。で、次にですね、設計の、特徴なんですが、えーっまず、一つはですね、部品を小分けにして、印刷するセパレートの構造になっています。これはなぜかと言いますと、結局、3D プリンターで印刷するときにですね、印刷の方向によってやっぱり精度の出しやすいだとか出しにくいっていうのがありまして、それを考慮してっていうのもありますし、あとですね、印刷失敗時の、リスクが低減できるということで、一つにかかる部品が、部品製作に関わる、コストというか、材料だったりだとか時間だったりを結局小分けにすることで、一つが失敗しても、その損失が少なくなるよねっていう感じの、ことですね。で、あとはですね、設計変更だとか修正がしやすいよっていうこともあります。結局、一つの大きい、キャブレターとして出力しちゃうとですね、設計変更したいよってなった時に、また一から印刷しなきゃいけないっていうのは結構酷なことなので、このように部品ごとに分けて印刷していれば、例えば、キャブ本体を変えるんだったら、このキャブ本体だけを設計変更して印刷すれば対応できるよねっていう感じのことですね。で、あと、1回の印刷時間がやっぱりすごく短くできるってことですね。一気に出力しようと思うと、それこそ10時間とか、覚悟しなきゃいけなくなってきますので、それを思うと、例えば、一番印刷かかるのがこのキャブ本体なんですけど、これも3時間だとか4時間ぐらいで印刷できちゃうので、やっぱりそういうところでスケジュールの都合がつきやすいっていう、メリットがありますね。で、2つ目の特徴としてはですね、材料に、PLA 樹脂を使っているということです。なぜ PLA を使っているかというと、まず対ガソリン性があるということですね。これ一番重要で、対ガソリン性がないと、溶けちゃったり支障が出るんでっていうところですね。で、あとはですね、えーっと、よいしょ。
あと、まあ、印刷と設計が簡単だよっていうことですね。PLA 樹脂は、3D プリンターにおける、まあ、最もとっつきやすい樹脂として、やっぱり紹介されているぐらい、まあ、印刷が簡単です。で、まあ、あとですね、割と、切削性もそこそこいいので、まあ、加工も割としやすいかなっていう感じですね。ただ、まあ、熱がかかると一気に溶けちゃうので、そこら辺はちょっと注意が必要ですけど、まあ、でも加工しやすい材料ではありますね。あとはですね、反りが少なくて寸法の再現性が非常に良いです。LED、PLA は。まあ、これはまあ、さっきの言った、印刷が簡単だよっていうところにもまあ、関わってくるんですが、例えば ABS 樹脂だとかって、やっぱり、印刷した時に反りが出ちゃいやすいです。でもまあ PLA はやっぱりそういう反りの問題っていうのは小さく済みますし、やっぱり寸法の再現性も高いので、まあある程度、精度が必要な、キャブレターの設計にはもううってつけっていう感じですね。で、まああと重要なのがですね、値段が安いということです。うん。まあ今ではまあ PLA だとか ABS だとかも値段下がってきてますけど、やっぱり、PLA の値段なんだかんだ言って安いです。やっぱり安ければそれだけいろいろと試行錯誤もできますし、いろんなパーツも試していけるということで、やっぱりこれは大きいですね。それであと特徴の3つ目としてはですね、えーっと、3D プリンターでこのキャブレターを作っているわけですけども、ジェットとですね、ニードルだけは、市販品を使用しています。これなぜかと言いますと、やっぱりこの2つの部品っていうのは、やっぱり穴の精度が重要になってきます。で、そこまでの精度の高い穴を、開けるっていうのが、やっぱり、DIY では結構難しいところがありまして、まあ、そこはやっぱり市販品を頼らなければいけないなっていうところと、あとですね、ニードルは特にそうなんですけど、細長い形状をしておりまして、で、それを3D プリンターで作っちゃおうとすると非常に脆くて折れやすい部品になります。で、ニードル折れるとですね、その折れたニードルがエンジンの中に入っちゃうっていうアクシデントが発生して、もうそうなるとエンジンを壊しかねないので、まあ、それだけはなるべく避けたいなという理由で、市販品を使用しています。で、まあ、今まで、使用したことのあるニードルとして、中国製のキャブレターの PZ16 のニードルから始めまして、まあ、その次にですね、京浜の PE20 の、ニードル。で、今現在はですね、吉村の、YDMJN 用の、MJN を使用して、えー製造を、製作しております。はい。で、4つ目がですね、まあ、メインターゲットとして、まあ、スーパーカブを、メインターゲットとしています。これなぜかと言いますと、やっぱり、スーパーカブっていう車種自体がコストパフォーマンスがやっぱり高いですね。まあ、燃費もいいですし、あとこういうタイヤだとか、そういった消耗品も比較的安いです。まあ、やっぱりそこら辺は、とっつきやすいっていうところですね。で、まあ、あとはですね、まあ、パースが例えば破損しちゃっても、入手性がいいってことですね。もうこれは、株のは、まあ、言わずもがな、エンジンは単体で出ますし、やっぱり、自作したキャブレターをつけるっていうのは、それなりにリスクの高い行為なので、やっぱり部品が破損した時の、補充性というか、入手性っていうのは結構重要になってきますね。うん。でですね、あとはですね、まあ、オーナー層が幅広くてアピールしやすいっていうところにありますね。やっぱり、若い方から、割とお年を召した方まで、バイク好きの、方はなんだかんだ言ってスーパーカブ乗ってらっしゃる方っていうのは多くてですね、やっぱりそういうミーティングとかも結構多くてですね、アピールする機会がいっぱいあるよってことで、そういうところがいいですよね、株は。で、まあ、動機と、えーっと、
3D プリントキャブレターの特徴としては、まあ、以上で終わりになります。はい。で、まあ、一応それなりには、まあ、まともには走れるようになったんですけど、やはりまだまだ課題はありますし、まあ、やってみたい目標というのもまだまだいっぱいあるので、精進していきたいですね。はい。で、今回の収録は、VR チャット上で行っております。一応、使用した、アバター、このアバターですね。私ですね。のアセットと、アバターは一応こんな感じに、なっております。よいしょ。で、まあ、そうですね。これで、次回からはですね、まあ、時系列を追いまして、まあ、私の作った、歴代の 3D プリントキャブレーターの詳細をですね、解説していけたらと、思っております。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。